人生はサバイバル。いつも動画を見てくれてありがとうございます。おのおのの人生はサバイバルと言っていいくらい、それぞれが波乱万丈の人生を生きることとなるのが世の常ですが、人間万事塞翁が馬という格言もあります。過ぎ去った過去にとらわれすぎず、まだ来ないがいつかは来てします未来について過剰に心配しすぎず、唯一幸福を感じられる時である今現在を大切にしてほしいと思います。このチャンネルでは敵を知り己を知れば百戦危うからず、サバイバルのための敵と何なのか、それに備えるための自分の知識と心構えを充実させておいてほしい、そんなメッセージを送っていきたいと思います。今回紹介するサバイバルは、それではお楽しみください。サファリ観光は自然の中で動物たちを間近に見ることができる貴重な体験ですが、広大なサバンナや乾燥地帯で一人取り残されるという事態に遭遇すると、非常に危険な状況に陥る可能性があります。自然の中で生き延びるためには、冷静に行動し、周囲の環境を理解して対策を講じることが不可欠です。この解説では、もしもサファリ観光中に一人取り残された場合、どのように行動するべきかをテーマに、実際に生き残るための技術、知識、そして方法を解説します。1、サファリで取り残される状況とは？サファリで一人取り残されることは、ガイドと観光客がはぐれてしまったり、車両の故障や事故が原因で生じることがあります。サファリ地帯は一般的に動物が自由に行き来しているエリアであり、ライオン、ヒョウ、ゾウ、バッファローなど危険な動物がいるため、人間が孤立することは命に関わる大きなリスクです。また、サファリ地帯の気候は過酷で、昼間の暑さと夜の冷え込み、そして水や食料の不足が生存を難しくする要因となります。2、過去に実際に起こった有名な事例。サファリで取り残された場合の生存事例には、世界中でいくつかの有名なものがあります。以下に別々の地域で実際に発生した事例を3つ紹介します。 2.1 アフリカケニアのマサイマラでの事例。2012年ケニアのマサイマラ国立公園で観光中の女性がガイドと連絡が取れなくなり、サファリ車が壊れて一人で数日間取り残される事件が発生しました。彼女は日中、木陰で直射日光を避け、夜間は動物に気をつけながら車内で眠り、冷静に行動することで3日後に無事に救助されました。この事例では、冷静さと水分の節約が生存に重要な要素でした。2.2 南アフリカクルーガー国立公園での事例。2009年、南アフリカのクルーガー国立公園でツアーグループから迷子になった男性が一人で夜を過ごさなければならなくなりました。彼はライオンの鳴き声を聞きながらも草木で作ったシェルターに身を隠し、翌日早朝に捜索隊に発見され命を取り留めました。この事例ではシェルターの作成と身を隠す技術が生存につながりました。2.3 ボツワナのオカバンゴデルタでの事例。2018年ボツワナのオカバンゴデルタで観光中にボートが転覆し、一人の男性が水際で迷子になった事件がありました。彼は水源を利用しながら木の上に登り、動物からの攻撃を避けていました。3日目に航空機による捜索で発見されましたが、この事例では環境に適応し、危険から逃れるための知識が生存を支えました。3、生き抜いた人々のエピソード。次に、実際にサファリで遭難し、長い期間を生き延びた人々のエピソードを7つ紹介します。性別や年齢、何の目的でサファリに来ていたかなどの情報も含めて、遭難期間が短いものから順に紹介します。3.1 サラ・ジョンソン女性、35歳、観光、2日間。サラはケニアのサファリツアーに参加していた時、ガイドの車両から離れてしまいました。彼女は冷静さを保ち、水筒の水を少しずつ飲みながら木陰に隠れ、救助を待ちました。2日後に救助隊に発見され、無事に救出されました。3.2 デイビッド・ウィリアムズ男性、
42歳、自然観察3日間。デイビッドは南アフリカの自然観察ツアーに参加中に迷子になり、ライオンの気配に怯えながらも夜間は車内で身を守り、昼間は木の陰で過ごしました。3日目にヘリコプターで発見されましたが、彼は無駄な動きをせず、体力を温存することで生き延びました。3.3 アンナリー女性28歳冒険旅行3日間。ボツワナで冒険旅行中のアンナは一人で森の中を探索中に迷い込みました。彼女は食料を持っていなかったものの、川で水を確保し、夜は木に登って動物の攻撃を避けました。3日後に無事に救助されました。3.4 ロバート・グリーン男性50歳写真撮影4日間。ロバートはサファリ中にライオンの群れに出会い、恐怖から車を離れてしまいました。彼はシェルターを作り、草を食べながら水を探しました。4日目に救助隊に見つかり、命を取り留めましたが、冷静な判断が救命の決め手となりました。3.5 エリザベス・モーガン女性40歳自然観察5日間。南アフリカのサファリに参加していたエリザベスは、夜間の動物観察ツアー中に取り残されました。彼女は夜間の危険を避けるために木陰に隠れ、5日目に捜索隊に発見されました。彼女の忍耐力が生存につながりました。3.6 ジェフ・コールマン男性60歳リタイア後の旅行6日間。ジェフはサファリ旅行中に車が壊れ、一人で6日間砂漠地帯を生き延びました。彼は夜に体温が下がらないよう衣類を重ね、水を節約して生き抜きました。彼は見つかった時脱水状態でしたが、6日間の冷静な行動が彼の命を救いました。3.7 エミリー・ベネット女性25歳学生旅行7日間。エミリーはケニアのサバンナでライオンに遭遇し、車から逃げてしまいました。彼女は食料をほとんど持っていなかったが、乾燥した植物から水分を確保し、7日間を過ごしました。彼女のサバイバル技術は彼女を生かしました。4サファリで生き延びるための技術と方法。ここではこれまでに紹介した事例を機に、サファリで1人取り残された場合に生き延びるための技術と方法を11個紹介します。4.1 シェルターの作成。日中の暑さや夜間の冷え込み、さらには動物から身を守るためにシェルターを作ることが非常に重要です。木や草、持ち物を使って簡易的な避難所を作りましょう。4.2 動物との距離を保つ。サファリではライオン、ゾウ、ヒョウなど危険な動物が多く存在します。動物の気配を察知した場合は距離を持ち、なるべく刺激しないように行動することが重要です。4.3 食料と水の確保。食料や水が限られている場合、植物や水辺を活用して食料を確保しましょう。乾燥地帯では朝露や植物の水分を使うことができます。4.4 信号を発信する。反射物や煙を使って自分の位置を知らせましょう。サファリ地帯では上空からの救助が主に行われるため、目立つ信号を送ることが重要です。4.5 冷静な判断を保つ。パニックに陥らないことが生存の鍵です。冷静な判断で行動を決め、無駄なエネルギーや水分の消耗を防ぎましょう。4.6 昼夜の行動パターンを考慮する。昼間の直射日光を避け、夜間の動物活動に注意することが大切です。昼間は陰で休息し、夜は安全な場所で過ごすようにしましょう。4.7 装備を活用する。持っている装備をフルに活用します。衣類、バッグ、カメラなど全てが生存のための資源となります。4.8 自然のサインを利用する。動物の動きや風向き、植物の様子から水源や人間の活動範囲を見つける手がかりを得ることができます。4.9 精神的な耐久力。
精神的な安定と忍耐力が長期間のサバイバルにおいて重要な役割を果たします。自分を励まし、希望を持ち続けましょう。4.10 助けを待つための場所選び。移動しないことが最善の策である場合、助けが来やすい場所を選び、目立つように自分の位置を示すことが重要です。4.11 無線通信の確認。可能であれば、携帯電話や無線機などを使用して助けを求めることを試みましょう。5. ユニークなサバイバル方法の提案。サファリでの遭難を克服するためのユニークな方法を3つ提案します。5.1 鳥の動きを観察して水源を探す。鳥類は水源の近くで活動することが多いので、鳥の動きから水源の位置を推測することができます。5.2 サバンナ特有の植物を利用した水分確保。特定の植物例バオバブの木は大量の水分を含んでおり、その木を見つけて水を得る方法があります。5.3 動物のクソを追い、彼らのルートをたどる。草食動物の排泄物が見つかった場合、そのルートをたどることで水源や安全な場所にたどり着く可能性があります。6. 励ましと具体的なアドバイス。サファリで取り残された場合、希望を捨てず冷静に行動することが最も重要です。自然の中では限られた資源をいかに有効に活用できるかが生死を分けます。あなたは一人ではありません。自然の中であっても知識と判断力を駆使すれば必ず生き残ることができます。自分を信じ最後まで生き抜いてください。いかがでしたか？最後までご視聴ありがとうございました。お話が気に入っていただけた人はチャンネル登録と高評価を忘れずにお願いいたします。また、次に紹介してほしいサバイバルの知識や、こんなサバイバルの情報も欲しいといったアドバイスをコメント欄に書き込んでいただければ、さらにサバイバル学をお届けしていきたいと思います。ぜひ、チャンネル登録と高評価、また実際にこの動画、人生はサバイバルを見ての感想をコメント欄へお願いします。人生はサバイバルでした。では、また次の新たなサバイバル学の授業でお会いしましょう。